it's nothing new, but it's so good to see you. We do this every day, and I'm still so amazed by you. 本日は曙橋近くですけど、これどこですか？はい、ゴールデンバガンミャンマーアジアレストランさんに来ました。お久しぶり、ミャンマーレストランですね。はい、今日はなんとこちらでミャンマー料理の作り方を教えていただけることになりました。めちゃくちゃ暑いですね。うちら大好きミャンマー料理ね。っていうことでフル装備ってこと？はい、完全フル装備じゃん。なりきっております。なんじゃこれ。どっかで見たことあるけどね。はい、じゃあちょっと中行ってみましょうか。はい。こちらこそよろしくお願いします。よろしくお願いします。お名前お願いします。サイと申します。さん。店主さんがサイさんで、はい、奥様がモモさんです。モモと申します。はじめまして。お願いします。っていうか、はい、ミャンマー語ペラペラじゃん。なんなの？全然ですよ。何喋ったの？こんにちは。はじめまして。私の名前はちかですと言いました。めちゃくちゃ勉強してますね。予習半端ない。ということで今日はね、ちょっと楽しみましょうかね。はい、よろしくお願いします。お願いします。プロに着替えました。さらにミャンマー感増してるじゃん。ちなみにこのエプロン、はい。ミャンマーで買ったんですが、このエプロンの生地が、ロンジーというミャンマーの男性が着る洋服の生地を使っています。フル装備だね。はい。ということで、レッツクッキー。今日は何の料理を教えていただけるんですか？今日はね、ミャンマー料理の本格的のお茶の葉サラダを紹介します。ラペップ、ミャンマーの代表的なお料理ですよね。そうですね。全国でみんな食べてます。はい。食用のお茶の葉っぱですね。食用なんですか？そう、食用で。これって食用のために干してる。そうそう。食用のお茶の葉っぱと飲むお茶を別々に分けたんです。お茶の葉っぱを塩をつけて半年間くらい置いてちゃう。そうつけちゃうね。はい。つけてから食べるね。日本の皆さんが飲んだお茶の葉っぱをサラダとして使ってるかなって違いますよ。これが食のために作っていたんですよ。そうなんですね。日本ではお茶は飲むのが主流ですが、ミャンマーでは食べるのも主流なんですね。そうですね。これがお茶の葉っぱと、こっちはみじん切りのトマトですね。これはミニトマトを使っても大丈夫です。あとこれ豆はね、ミャンマーから送ってもらって10種類くらい入ってる豆ですね。ピーナッツとかひまわりの種も入ってます。そら豆の豆もひよこ豆のも入ってます。いろいろ入ってますね。ごまも入ってます。あと干しエビと干しエビと粉ですね。あとレモンですね。あとナンパラ少しと、あと塩少しね、少々ね。あとサラダ油ですね。あとケプス千切りですね。それを好みでちゃんと混ぜればサラダができますよ。作ってみましょうか。はい、お願いします。キャベツをまず入れて。まず入れてお茶の。で、お茶の葉を入れます。で、豆が入りました。シエビを入れます。シエビ粉、ごまですね。はい、塩少々。少々ね。あとナンプラーも少々。ナンプラーも少々。少々ね。はい。レモン汁ですね。レモン汁ですね。はい。サラダ油も入れるんですね。油も少し入れます。それで全部混ぜます。はい。美味しそうですね。もうすでに匂いがいい匂いです。それではそれを混ぜた後でトマトを入れます。なんでトマトを最初に入れないか、混ぜるとぐにゃぐにゃになっちゃうから、後で後で入れると、トマトのあれが形があまり崩れないですね。はい。味見ますか？いいですか？ありがとうございます。美
どうですか？美味しい？はい。最後に干しエビをかけるんですね。バラバラに入れちゃうからそれで出来上がります。完成です。次の料理はシャン民族の料理ですね。小松菜と豚肉を煮込みするですね。で最初ねこの豚ガラと1時間ぐらいに煮込みですね。それとあと黒砂糖ですね。黒砂糖。はい。タマリンド。タマリンド。あとベースですね。はい。これタマリンドとこの黒砂糖はこの料理にも大事ですね。あとはトマトの1個分ですね。はい。あと砂糖ですね。はい。あと塩少々と、うまみ調味料少し入れます。ラディウォークは1センチぐらい刻んで、それを塩を少々つけます。はい。うまみ調味料と調味料を入れるんですね。うまみ調味料ね。はい。それを入れてそれをちょっと混ぜます。混ぜますね。でも何も油も入れないで炒めちゃう。強火ですね。そう、強火で。強火で最初は炒めて、それから弱火にします。よく炒めます。タマリンドを入れます。だいぶいい出汁が取れてますね。それをこの中に入れます。はい、お肉を入れます。あ、美味しそう。めっちゃ美味しそう匂いがやばい。匂いがやばい。10分ぐらい煮込みますね。はい。豚肉が柔らかくするまでね。はい。また今火は強火ですね。強火で。今度はシャン民族の方は魚を入れることが。魚を入れる。ミャンマーでシャン民族の田舎料理ですね。あ、そうなんですね。だから結構みんな自分の畑にある野菜を作って豚肉と煮込みの。じゃあ結構お家で皆さん食べる。結構そうですね。塩を少々。この料理の名前はミャンマー語では。ミャンマー語ではモニエソ。モニエソ。シャン語ではパッチョ。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 その家によって一つ味が違うんですね。味付けが違う。作り方も玉ねぎ入れる人もいるし、野菜入れる人もいるし。ずっと強火なんですね。そう強火。さっきのタマリンドが。タマリンドが酸っぱいですね。はい。それときびこが甘いですね。はい。ちょっと甘いと酸っぱいの2つのぶつかる味ですね。いやー、とっても美味しそう。どういう味か。はい。甘酸っぱいですね、確かに。そうそう、確かにね。とっても美味しいです。ということで完成です。あ、美味しそう。すごいよく煮えてますね。そうですね。こういう素焼きの壺に器に入れるんですね。そう入れて火つけちゃうね。あ、熱々を熱々を食べるんですね。そう食べるんですね。冬場はこれ鍋みたいに。はい。
じゃーん、はい完成でございます。美味しそう。めっちゃうまそうやん。こちらがうんラペット、うん発酵した茶の葉とはいはい揚げ豆やナッツのサラダ。はいはい。はい。でこちらがうんモンニェンソー、シャン民族伝統のお料理です。これめっちゃうまそうだよね。はい。うん、じゃあいただきましょう。はい、いただきいます。ただきます。じゃあミャンマーミヤ乾杯。美味しい。最後にあれですね、サクサクのピーナッツ乗せるんですね。いただきます。美味しい。あやだしで。それなんだっけ？ミャンマー語で美味しいって意味です。あやだし。あやだしで。いや、とっても美味しい。食感がとってもいいです。やっぱ揚げ豆とかナッツとかがいっぱい入ってるので、すごく食感がよくって、こうした茶の葉の酸味とかも効いていて、はいはい。干しエビもよくアクセントになって効いています。めっちゃ食レポじゃないですちなみにですね、か。お茶の葉ってすごく健康にいいんです。はいはい。はい、食べるのもとっても体によくって、なんとタンパク質は大豆に匹敵するぐらいで、食物繊維はレタスの45倍で、ビタミン C やビタミン E も豊富なので、普段の生活に取り入れたいですね。めっちゃ知識入ってるじゃないですか。はい、とっても美味しいし健康にいいです。皆さんお茶の葉食べましょう。あやだしで。今日のヒットワードだね。とっても美味しいです。甘酸っぱい黒砂糖とタマリンドがよく効いてます。お肉いただきます。これもうね、持っただけで柔らかいのがわかります。ほろほろ。うまい。あやだしで。もう今日そればっかだ。いや。サールカウンで。それ何？ミャンマー語で美味しいって言う。豚肉の旨味がぎゅっと詰まってて、でお出汁で豚骨使ってるので相乗効果でとっても美味しいです。で日本人の方絶対好きな味です。私大好きですこれ。でこれからの季節寒くなるので、食べててすごく体が温まるのでおすすめです。とっても美味しい。たまらない。うまそう。めっちゃ美味しい。あやだしで。でも柔らかいです。柔らかいですね。よく豆。極上じゃないですよね。柔らかい。一応美味しい。ミャンマーはこの食事がうまいっていうのがね、住みたくなるところだよね。そう、本当にね食事が美味しいです。二人にインタビューをしてみたいと思います。はい。お二人の出身地はどこですか？シャン州ですね。お二人ともシャン州ですか？シャン州はここですね。この緑。はい。ミャンマーの東の方ですね。そうですね。東部にあって、中国の雲南省とラオスとタイと国境を接しています。私たちのふるさとは北シャン州、このラー省というところですね。ラー省。ここがお二人の出身地ですね。シャン州だとインレイ湖に行ったんですけど、南シャン州ですね。はい。人々がとっても暖かくて、で自然も建築物も素晴らしくて、見どころいっぱいで大好きになりました。発酵したお茶の葉ってどこで買えるんですか？東京ではね、高田馬場にあるミャンマーの雑貨店に買えます。はい。ミャンマーの食べるお茶の葉っぱを売ってます。あ、なるほど。ぜひ皆さんラペットを作るときは、高田馬場のミャンマーの雑貨店に足を運んでみてください。あとモンニェンソは作り方がもうその家庭それぞれだったりするんですよね。そうですね。シャン州の東、北、南、それでみんな少しずつ違います。なるほど。今はさんの作り方で。家の作り方で。あと
他の家でも、はい、一気に炒めちゃうし、私は別々やる、はい、いろいろやり方でも意味は一緒で、はい、あと出来上がりはこういう味で、はい、同じですか。同じでとっても美味しくいただきました。ありがとうございありがとうございま。ますしたミャンマー行った時にちょっとびっくりしたのが、豆腐とか納豆とかお餅とか日本人に馴染みのあるものも結構あるんですよね。そうですね。はい。はい。シャンシューは日本人と同じ食べ物を食べているものですけども、例えば豆腐、はい、その納豆ですね。納豆ですけども、納豆は乾燥納豆あります。食べ物だけじゃなくて、なんか少し文化似てますね。和紙みたいなね。その和紙はシャンシーと言いますかね。そういうシャンの紙あります。インドにも結構あります。そうなんですね。いろいろ勉強になりますね。で、発酵料理ってすごく体にいいですよね。だから本当におすすめです。今日は本当に素晴らしい料理を教えてくださってありがとうございます。ありがとうございます。こちらこそ。ありがとうございます。もう家でぜひ作ってみたいと思いました。またいっぱいいっぱいまだありますので、まだ食べに来てください。はい、ということで本日はミャンマー料理を作って食べてきましたけども、いかがでございましたか？とっても楽しかったです。はい。厨房の中に入って、料理の作り方を教えてもらうってなかなかないと思うので、はい、とても勉強になりましたし、いい経験になりました。めっちゃ美味しかったしね。はい。今日は高田の馬場によって、はい、ミャンマー雑貨店でいろいろ買って帰りたいと思います。ミャンマー料理家で作っちゃいますか？はい。はい。ということで本日の動画はここまでにしたいと思います。はい。このチャンネルでは旅の Vlog やシネマチックムービーをアップしていますので、皆さんいいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。サルカンです。サルカンです。スーパーです。はーい。